こんちは。4G 初めから攻略パート47です。前回は USJ とのコラボ装備であるスターナイトシリーズを作成しました。今回も USJ とのコラボクエストをやっていくよ。前回よりは知名度落ちるかも。我々もかなり久々に遊ぶやつですね。張り切っていきましょう。よーし、それじゃあやっていくぞ。今回はまずチャークを担いでいく。装備はクーネとウカウカウです。少し前に作ったやつですね。火星8スロ1のお守りを使って火星2をつけています。それでプレイするのはこちら USJ ティガレックス 3D だよ。ティガ1頭を討伐するだけのシンプルなクエですが 3D というのが気になるタイトルですね。相変わらず依頼文はテンション高めになっています。完全にアトラクション感覚で依頼されてます。これギルドはどういう顔して通してるのかな。案外大長老とかノリノリなんだろうか。一応 G 級のティガレックスなんですけどね、世界観的に簡単なクエではないと思うんですが。改めてだけど装備はこれね。火星2ベースでしみったら自然とこうなったわ。やはりウカウカウはクーネと相性が良すぎる。適当に組んだわけでもないのにこれだ。ティガ相手ならこれで十分ですね。では参りましょう。ほい、ご対面だ。遠目から見てもでかいな。最大金冠確定ですね。これが 3D 要素というわけですか。ただし特段ステータスは強くありません。恐竜化や極限でもないですし。でかいからガード不可武器はちょっと苦しそうだね。突進の範囲が半端ない。チャークなら何の問題もないけどな。全部ガードすりゃ OK よ。サイズを含めても難易度は高くないですね。下内の解放クエとは雲泥の差があります。このクエ、もちろん限定素材を目当てにしてるが、攻略段階では別の面で有用なものになってるよ。通常、ティガ原種は G2 で登場しますが、このクエを使えば G1 で戦えますね。報酬にはティガ素材のほか、混合原種や豪鎧がしっかり含まれます。一段上の装備が作れるようになるんだよね。シリーズおなじみの要素ではあるが。4G は G1 が装備的にかなりしんどいから、恩恵を強く感じる作品かもしれん。武器を強化できるのは大きいかもですね。火力が上がれば純粋にクエ時間が減ります。レックス X があんまり強くないのが少し残念です。豪鎧で既存の防具を強化できるのはいいですが。レックス Z は一式でもかなり優秀なんだけどね。レックス X は戦闘に影響しないスキルが多いよな。千里眼15に食いしん坊15ですか。これは探索し続けろってことなんでしょうかね。千里眼は探索で有用だけど、食いしん坊ってあんまり印象にないな。肉類を食べた時のスタミナがさらに25上がりますね。あとは肉以外を食べても確率で上がると。非常にパッとしないですね。道理で印象にないわけです。スタミナって25でも減ったらすぐ補うしな。大体は肉じゃなくてドリンク飲むし。肉類は食べるのが遅すぎるんですよね。食うまでも食った後ももたもたしています。そもそもスタミナ50を一気に回復したい時なんておつ以外にないんですけど。おつったら大体エニシエ飲んじゃうからね。競争の調合以外で使うことないな。シリーズ通してもそのまま食べることってあんまりなかったですよね。ドリンクが出るまでは持ち込んでましたが、初期は初期で放置枠がきつかったです。それこそワイルズで仕様が変わるまでは使うのためらうアイテムだったよね。ワイルズの仕様もいいとは思わないが。ワイルズ、肉が超強化されたのはいいんですけど、交戦中にいきなり体力下がるの勘弁してほしいですね。リアルに寄せた結果なんだろうけど、これを踏まえると肉の強化は必然だな。と、そんなわけでこのクエ、防具の救済としては薄いね。やっぱり目玉はコラボ装備の方ですかね。こちらは G1 時点では抜けて強力なものになります。むしろ攻略段階でもないと力不足だがね、捨てないほどのインパクトはない。イベント装備って強弱の幅がかなり広いけど、同じ USJ でも差がついてるね。オリジナル武器は特にその傾向が強いですね。このクエの武器、決して弱くはないんですが。さて、戦闘の方ですが、先行を使ってます。そろそろ走り回られるの疲れました。サイズがでかいと一歩もかなり幅あるから、突進の移動距離がめっちゃ長いんだよな。もっと早く先行を使えばよかったわ。支給品で4つももらえるし。場所も闘技場で比較的やりやすいですしね。通常フィールドにいたらでかすぎて強そう。こいつ、確かイベクエ限定サイズだったっけ。普通の金塊よりさらに大きいんだよな。近くで見るとより大きさがわかりますね。少し距離感がバグります。
チャークで挑む場合は、斧や瓶が透からないよう注意ですね。よしよし。とりあえず今のところは、調出チャンスとかも外してないな。最初に言った通りで、体力とかは別に強くないよ。このままやっていけば、無難に終わるだろう。油断はしないように、サクッと終わらせてしまいましょう。それにしても、動画でチャーク使うの、本当に久々だな。ざっと見返した感じ、パート38以来ですね。だいたい1ヶ月くらい空いてます。ダラサルが完成してから総中婚ばっかりだったので、仕方なくはありますが。このあたり、チャークを取り巻く 4G の環境が現れてる感じするよね。終盤に出てくるような相手って、チャークが最適になるやつ、あんまりいないんだよな。チャーク、間違いなく強いし面白いんですが、チャークじゃないといけないが少ない感じします。どうしても汎用性を求めると、総中婚に譲りがちですね。しかも、このデータでペダンステ内まで完成しちゃったから、今後の出番争いも厳しくなりそうな予感。要所要所で使ってはいくけどね、イベクエさんのチャークもあるし。ポロッと強い発掘でも出れば面白いんですけどね、チャークに限りませんけど。強さを求めれば、クーネでええやんとなってしまうので、何かしら持ち帰る先が欲しいところです。強属性なら、生産でも強いのはあるけど、どれもピンポイント採用になるからな。クーネはチャークの希望であると同時に、他の目を摘む存在でもありますね。今何分くらいだろ。5針は過ぎてるな。ここで6分半ってところですね。まだティガ君は元気そうです。闘技場とか決戦場フィールドは、移動がない分、狩猟時間が長く感じやすいんですよね。そうだね。モンスの移動って煮詰まってくると鬱陶しく感じることが多いな。あれはあれで一つの区切りというか、一息つけるタイミングではあるよな。移動しないと背景もずっと同じですからね。プレイヤーを飽きさせない要素として大事なのかも。単純に背景もめちゃくちゃ作り込まれてるし、最近の作品ではギミックも豊富だからな。通常フィールドにおいては適度に移動してくれた方がいいのかもね。狭いエリアとか起伏が激しいとこに陣取られると、こんなとこ移動すんなって思っちゃいますがね。あとはめっちゃ長距離移動するパターンで、追いかけるだけなのもしんどい。ワイルズはスリンガーでまだ退屈を紛らわせるけど、あればっかりやってても仕方ないしな。おっと、ティガ君お疲れですよ。ここは調出チャンスです。派手に決めるぜ。よーし、終わった終わった。タイムは7分半くらいだね。サイズのデカさで若干いつもと違いましたが、それ以外は普通のティガでしたね。結局、地球用の先行も余っちゃいました。構わず投げまくればよかったです。とりあえずハミ取りはやっておこう。この後ティガ素材も使うからな。それでは、報酬をチェックしていきましょう。来た来た、青いチケット。今度は S じゃなくて W パスだ。ワンダフルパスだそうです。なんだか楽しそう。では、お決まりの周回タイムと行きましょうか。と言っても、拙いほど量はいりませんが。相手もティガ1匹だしね。じゃ、集まるまでカット。はい、集め終わりました。やっぱり、一等クエは気楽でいいですね。GX ハンターとスタナイは面倒だったな。それで、作れるのはこれだね。スターナイトソード。片手だけのオリジナル武器だよ。やはり、最大の売りはこの見た目でしょう。形状、色味、エフェクト、どれも非常に凝っています。さながら、RPG の王家に伝わる伝説の剣です。なんという神々しさ。特に、この色合いが好きだな。ゼルダブレワイの古代兵装を思い出させる。それに、剣がぶっといのも好みだ。チャークって言われても、違和感ないくらい。とりあえず見た目は100点です。美女目当てで作っていいくらいには。一方、性能は正直パッとしない。スシロが長いのと、03は偉いんだけど。攻撃力は波、水がありますが属性値160と低いです。そのため、物理片手としての運用が合っていますが。物理運用をする上で、一つ致命的な欠点がある。こいつに限ったことではないんだけど。この通り、極限強化の対象外なんですよね。イベクエさんのオリジナル武器に共通する特徴です。この点で、イベクエ武器は大きなハンデを背負っています。極限強化はいわゆる生産でないといけないんですね。極限強化できてれば倍率300だから、スロットと合わせて独自の強みを持ち得たんだがな。ですね。その場合もマジオス武器の壁が厚いですが、あちらはスロットがないので差別化できました。ところが、倍率280では、さすがにスロット程度では差が埋まりません。見た目は最強にかっこいいんだけどな。このノウトウ状態のグラフィックも固有のものだね。背中でなく腰から下げるんですよね。
見た目と相まって勇者感が出てます。さて、それじゃあ今回も試し切り行きたいですが、相手はどうしましょうか。クエストは見繕ってある。ちょっと不安だがやっていこう。やっていくのはこちら。ジャンプ、灼熱念刀だよ。こちらも有名なエベクエですね。4以前からある由緒正しきクエ軍です。ジャンプテオは伝統的に高難易度です。今回のも例外ではありません。装備はスターナイトソードに、耳栓やら弱徳を持ったものだ。というか、パーツはまんまクラウィス用装備だよ。回避性能を抜いて最近研究家を詰め込んできた。ここはスタナイソードのスロットが行きましたね。雑な運用ですがシンプルに強力です。よし、じゃあ戦闘開始だ。一応強化個体だから慎重にやろう。強化としては大きく2種類あります。まずはサイズがでかいことですね。最大金冠確定だそうです。突進などの攻撃範囲に注意ですね。もう一つはギルクエ126以上の仕様になってることだね。ステータスはそこまで高くないみたいだけど。全身に流煙をまとうのと、粉塵が移動するようになってるね。流煙については普通に厄介なんですが、粉塵の方は逆にやりやすいですね。粉塵がその場に留まると邪魔なので、移動してくれた方がありがたいです。流煙がひたすら痛い。モスジャーキーでも持ってくりゃよかったか。片手の火力では、ひるみも怒り以降も時間がかかるので、ちょいとしんどいですね。さて、無事に怒り移行はしてくれた。ここからはタイマー使いながらやっていくよ。基本的な立ち回りはもちろん後ろ足張り付きです。弱徳が生きてきます。ただし、こちらも急な粉塵が厄介です。突進切りスタートでないと SA がつきません。総中根や双剣なら SA があって安全なんだが、いちいちこけるのがしんどいね。ヒットストップが重いのも苦しいところ、意外と手数が出せないよ。我々、片手はにわかなんで偉そうには言えませんが、水平切りでとどめるのが大事っぽいですね。切り上げまで当ててしまうと、次のコンボが間に合わないことが多いです。水平切りは火力的にも優秀だからね。ためと回転切りを除けば最大モーション値だ。切り下ろしからの発生も早いですね。非常に優秀なモーションです。逆に切り上げへの派生は少し遅めなので、攻撃のテンポを損ねてしまいがちですね。今のお手避けられんか。そのまま前に突っ込めばよかったですね。目の前に放り出されるのは危ないです。テオ君の強さはギルクエ130付近くらいらしいので、連撃を耐えられるかはちょっと怪しいです。テオの打つパターンって大体決まってるからね。今みたいにお手で前方に飛ばされるのと、バックジャンプの粉塵でこかされて、そのまま前方のは重ねられるパターンですね。どれもきっかけは小技ですが、うかつに食らってはいけません。足場が崩れた。そのまま現れた段差に反応して乗り移行しました。いろいろ急展開すぎて驚いてます。仕方ない。とりあえず乗りはちゃんとやるか。テオの乗りは難しいから、ちょっと運ゲー入るね。暴れてる時間が長いんですよね。テオクシャは特に難しい印象あります。それより足場が流差になっちゃってるのが一番不安ではあるんですけど。ちょうど段差付近で倒れてるね。さっきはここに突進切りが反応したのか。で、全然テオに攻撃当たってないけど、なんだこの茶番は。片手のリーチの問題もありますけど、さすがの悪地形ですね。流差の中に段差があるとかいうフルコンボです。これには我々もげっそり。砂漠ヒルは流差が出てないのがいいところなのに、中央の岩崩されちゃったか。テオは爆発の攻撃範囲が広くて割と岩壊されちゃうんだよね。流差が出ちゃった以上は仕方ないので、夜と同様、隅っこで戦うことにします。幸い、ノリによって流煙が止まってますね。一応メリットはありました。同じく怒りも解除されてるね。これはあんまりいいことではないな。テオはスパノバ中に砥石使えますからね。あれのおかげで切れ味の心配がいらないんですが。スタナイソードの白、ちょうど1ターン持ちそうだから、普通に怒り解除してほしかったな。あれは完全に事故ですからね。取れ高になったと思いましょう。それもそうだね。この武器も見た目がいいとはいえ、やってることは他の片手と変わらんし。手数武器のテオ戦は単調になりがちだから、映像に変化があるのは嬉しいな。ちなみに、この武器がテオに有効そうな雰囲気出てますけど、別に相性はさほどでもないですね。物理が効くのは間違いないけど、水属性は有効とは言えないね。水が効くのは頭と前足くらいだ。怒り時の後ろ足は5しか通らないよ。後ろ足殴るなら氷を担ぐべきですね。見た目的にはスタナイソードが氷でもおかしくないです。
どのみち属性値160しかないから、優先して担ぐ理由にはならないと思うがね。さて、切れ味が青に落ちてる。体力も減ってるし、もろもろ回復したいな。ここはエリチェンしてしまいましょう。ちょうどいい洞窟が近くにあります。ここで一服と、コリュウクエは小型がいないのがストレスフリーだね。これ、地味ですがありがたい仕様ですよね。砂漠は面倒な小型がたくさんいますので。ガレオスに昆虫にアプケロスに、たまにリノプロスも湧くからな。ガレオス、昆虫、リノプロスは面倒な小型三重視とでも呼ぶべき存在だよ。我々が一番嫌いなのはガレオスですね。吹き飛ばしと水やられが厄介なのはもちろん。思うように掃除できないのがしんどいね。イラついた気持ちをぶつける対象がいなくなる。精神的な攻撃力に関しては、ガレオスの右に出る者はいないね。ガレオスもまたすごい存在ですよね。初代から一貫して厄介者のイメージがあります。4G では久々の登場となりましたが、前より面倒さはパワーアップしてるかも。単純にしつこさが増してるよね。一度出てくるとなかなか潜らないことが多い。で、初期作になかった属性やられも完備と、武器を進化させてるんだよ。フィールドも昔より狭くなってますからね。光線機会が増えたのもあるんでしょう。砂漠にしか出ないのが唯一の良心かも。ガレオスの話してたらテオくん移動だね。1エリア目の出来はまあまあってとこかな。立ち回り自体に問題はなさそうだけど、火力が追いついてるかが不安だな。ちょっと時間かかりそうな雰囲気出てますね。少し回復の残りが心配です。さあ、2エリア目来て怒り以降だ。ここ段差が多いから慎重に。足を取られないように注意ですね。境界が近いので、いざとなればエリチェンも視野です。さすがに、もう乗るメリットはないので、段差は単なる足かせになりますね。最初の乗りも全然望んでないけどな。結局活かせなかったし。野良においても、対テオの乗りって MH4 の初期以外は全然使われてませんでしたよね。一時期、エアリアルテンプレってのがありましたが、4末期では全然見ませんでした。結局、怒り解除くらいしかメリットないからね。拘束時間は大したことないし。それも、みんなが慣れてない時限定だから、煮詰まってくればいらなくなるよな。それに、発掘装備が充実してくるのもありますしね。4は適当な発掘でも軽々と生産を超えていました。しかも、4ってすごい火力主義だったからね。もしかしたら、4G よりひどかったかも。生産と発掘の格差に、武器種格差、そしてギルクエという高難度のエンドコンテンツ。効率を考えれば仕方ないんですけど、こう考えると 4G って色々改善されてるんですね。極限強化みたいな遊び方もできないからね。一部武器種の発掘でないと入れない雰囲気があった。こんな環境でキック機能がないってんだから、そりゃ公式放送でパターンもするわな。ああ、懐かしいですねそれ。当時は色々とネタにされてました。3DS になってオンライン無料になったのも大きいでしょう。本来小さなお友達に広まるのはいいことなんですが、CS 作品のモンハンでノラが一般的になったのトライ G か4くらいからだからな。黎明期というとちょっと変だけど、独特の雰囲気はあったよね。ですね。問題点がめちゃくちゃ多かったですが、あれはあれで面白いところもありました。おっと、テオはまた移動かな。よく移動するな。弱ってる雰囲気が全然ありませんね。これは長い戦いになりそう。せめてオツはないように、じっくり攻めていこう。あ、ようやく弱りましたね。もうすぐ15分経っちゃいます。なんかこのテオ、異常に移動頻度高い気がする。砂漠だとこんなもんだっけ。ギルクエだと3回くらい怒り移行するんだけど、通常フィールドだとルーチンが変わるのかな。もしかしたら126以降の仕様が影響してるのかも。いや、全く根拠はありませんが。とりあえず、このままさっさととどめを刺してしまいましょうか。ほら起きろ。今更テオ1匹に何分使わせるつもりだ。15分割に突入しちゃいましたか。やっぱり通常クエより体力多めみたいですね。いや、それとも、スターナイトソードの火力が足りてないだけなのか。多分どっちもな気がする。片手剣というのもあるが。もう、普段使ってる生産のが強いからな。倍率20ってやっぱりでかいよ。イベクエ武器はなんで極限強化できないんでしょうね。せっかく用意してあるのに。エフェクト周りの処理がむずいのかな。おっと、ようやく終わったか。最後の最後まで粘られた。タイムは16分ちょいでしたね。まあ、こんなもんでしょうか。難易度は高めのクエだと思うので、武器スペックの割にはいいタイムということにしましょう。それじゃ、報酬を見ていくか。
報酬面はこのクエの方が重要だからな。ありましたね。一瞬しか映りませんでしたが、反逆 J チケットがもらえました。これもまたオリジナル武具の素材になるよ。最後、それを見ていこう。戻りました。解放されるのは防具です。あったね。みんな大好き反逆王の登場だよ。有用なのは頭と腕だね。G 級ではかなり貴重な同系統倍化だ。頭に関しては唯一の G 級倍化防具です。スカルヘッドを作ってからだいぶ飽きましたね。腕はもう一つ倍化防具が存在しますが、当然のようにそちらもイベクエ限定となります。防御面ではそっちの方が優れるけど、ぶっちゃけ好みでいい範囲かな。メインデータでは未だに反逆王腕使ってるよ。逆にそれ以外は物欲系のスキルばかりで、ほぼ作られることはないですね。腰と足がスロ3で優秀だけど、ハギマスが欲しいなら装飾品を5倍すればいいしね。強欲も全然パッとしないしね。なんだよ幸運と捕獲達人って。激運とおまますでもつけばまだ有用でしたけどね。わざわざ発動させるものではないでしょう。それじゃあ、このパートはここいらで締めようか。裏で 2V 分のチケット集めてこよっと。USJ の第2弾やっていきました。久々に見てもかっこよかったですね。青発光の発掘ともまた違う良さがあったね。やっぱりオリジナル武器は特別だ。これで性能がついてくればな。別に使えないわけじゃないけど。どうしても物足りませんね。防具の有用性とは正直比べ物になりません。防具と合わせたら見た目は最高だろうね。イベクエある人はたまに遊んであげてくれ。レオ戦みたいな事故があればノリマスも生きるかも。ほいじゃ、次の動画で。またね。